なんと可愛くて微笑ましい。電流お母さんに抱きしめられてメリープ幸せそう。あれ、電流が寒いんじゃないか？いやいや、お母さんが子供に愛情を注いでるんでしょう。ちょっと震えてるみたいだね。確かに今日は4月にしては冷えるけど。我が子に愛情を注ぎながら自分の体も温めるという一石二鳥の作戦か。作詞だな、電流。なんか嫌な言い方だな。だがそれでも寒いというなら任せてくれ。俺にも策がある。ミニブースター、メリープのモフモフに突撃だ。モフモフに埋まった。なんか電流あったかそうだよ。ミニブースターの熱が加わったことでメリープのモフモフが電熱毛布みたいにあったかくなったんだ。ミニブースター大丈夫？あ、大丈夫だった。へえ、ブラッキーやるじゃん。だが今はこんなことをやってる場合じゃないんだよ。いや、あんたがやりだしたんだろ。メガ電流だよ、メガ電流。今日はメガ電流の活躍が見れるんだぜ。メガ電流。そっか、だから電流に来てもらってたんだね。メガ電流か。そういえば電流って今のランクマッチで全然見ないよね。使用率は121位です。見ないわけだ。ちなみにカイロスは113位です。カイロスに負けてる。だからこそ楽しみなんじゃないか。メガ電流がどんな風に暴れてくれるのか見てみたくないか？確かにレアな分見てみたいかも。でもどうやって活躍させるの？まずこいつを見てくれ。今回の構築だね。これ見てどう思う？メガピクシークエスパトララインが強そう。そう、クエスパトラが特製加速で毎ターン素早さを上げながら瞑想を積んでピクシーにバトンタッチ。これが有名だし、この構築で最も警戒されるポイントだろう。だがこれはブラフ。本命はこっち、ミミッキュのトリックルームからのメガ電流だ。トリックルームは5ターンの間素早さが低いポケモンから攻撃できるようになるという技。メガ電流の素早さ種族値は45と低いからトリックルーム下では多くのポケモンに対して先に動けるようになるね。今の環境、大半のミミッキュは剣の舞型だからな。トリックルームを警戒してくるトレーナーは少ないのだ。だからなおさら刺さりやすいんだね。あれ、電流ってコットンガード覚えるんだ。そう、コットンガードは防御をなんと3段階上昇させるという破格の性能の技。今のところチャンピオンズでこれを使えるのは電流、チルタリス、ミミロップ、エルフーン、トリミアン、ペロリーム。見てわかる通りモフモフなポケモンにしか使うことが許されない、まさに選ばれし者の技なのだ。まあメリープの時からの名残ってことでセーフというわけで、今日は頼んだぜ。ミミキュ電流任せて。もうちょっと温まってからにする？寒がり電流。どうしたその格好は？実況アナウンサーみたいな格好じゃないか。今回から実況をやってみようかと思って。そうなんだ。試合を盛り上げてほしくてな。俺が頼んだんだ。ニャオハならできそう。ニャオハ頑張れ。よし、相手に地面タイプがいないな。電流の通りはいい。まあこの構築、ブラッキーが重いってことに今気づいたが。ブラッキーが重いことに気づいてなかったブラッキー。アシレーヌの持ち物、この時はラムの実じゃなくて神秘の雫なんだね。そうなんだよな。まあシレーヌ、ピクシー、ミミッキュとフェアリータイプが3体もいるから出しにくいだろう。耐久ぶりのガブリアスに起点を作ってもらい、その後ミミッキュ、電流とつなげよう。対戦よろしくお願いします。さあ試合が始まりました。お相手の先発はリザードン。リザードンのメガ進化は X と Y の2種類いますが、果たしてどっちか。もし X だった場合、竜の舞を積まれていきなりピンチになるかもな。相手の構築、フェアリータイプいないな。ガブリアス、ドラゴンテール。リザードンメガ進化。リザードン検定の結果は X だ。最近増えてるよな。竜の舞だとありがたいが。お相手はドラゴンクロー。積まずにちゃんと削ってきた。さあドラゴンテールは当たるか。命中。お互いにいいダメージが入りました。さあドラゴンテールによる強制交代で出てきたのはアーマーガー。よしよし、相手の選出見るとやはりメガ電流よりもメガピクシーを警戒してる感じがするな。ここまでの展開どうご覧になりますか EV さん。ドラゴンテールは命中率 90% なので当たってよかったって思いました。命中不安技は心も不安になりますよね。
でもその分当たった時の喜びを味わえますよね。はい。さあガブリアスがステルスロックを巻くことに成功。お相手はさっきドラゴンテールを見てますから、ここは倒しに来るでしょう。ドラゴンクロー、これは耐えませんがガブリアスはきちんと仕事をしてくれました。ガブリアスありがとう。そしてここで我らがミミッキュの出番です。ミミッキュ頑張れ。では行こうか。ミミッキュトリックルームだ。おっとお相手、なんと羽休め。なに珍しい。これでトリックルームのターンを枯らされてしまうと厳しい展開になりそうですが、果たしてどうなる。しかも剣の舞をしてくるかもしれないタイミングで押してくるとは。だがミミッキュには強力な自己退場技呪いがある。ミミッキュ呪い。呪いは自分のヒットポイントが最大ヒットポイントの半分減る代わりに、毎ターン相手のヒットポイントを最大ヒットポイントの4分の1ずつ減らし続けます。メガリザード X は羽休め。やはりトリックルームのターンを枯らすために時間稼ぎをするつもりでしょう。解説のゾロアさん、こういう場合はどうすればいいんでしょう。わかりません。おっとブラッキーはジャレツクを選択。かなりのダメージが入った。ミミッキュ強い。今 45% ぐらい入ったな。呪いの 25% と合わせたら1ターンに 70% 入る。羽休めの回復量は 50% だから受かってないな。トリックルームはあと2ターン。さあお相手はどうする。交代してきた。ドヒドイデ。お相手の3体目はドヒドイデです。グリダンダーさん、この3体目はどうでしょう。水毒タイプだからやっぱりメガピクシーを警戒した選出ですね。そしてメガ電流の電気に弱いです。ブラフ作戦はうまくいってるようですね。これがトリックルームのラストターン。ここでメガリザード X に交代される可能性を考えるとじゃれつくしかないかな。交代してくるならステルスロックのダメージとじゃれつくで倒せる。してこないならまたトリックルームを打たせてもらおう。ドヒドイで毒ビシを巻いてきた。交代はありません。さあトリックルームの効果が切れて再びトリックルームを展開するところ。ミニブイズがキュートなダンスで実況席に花を添えます。かぶってるんだが、オーマが切り払い。切り払いって何？切り払いは両方の場の毒ビシやステルスロックを解除する技です。メガリザード X にステルスロックのダメージが入らないようにするためかな。そしてミミッキュ再び呪い。自分の仕事を完璧にこなして堂々の退場です。ミミッキュナイス。電流あとはお願い。呪いのダメージがしっかり入って、さあついに電流の登場です。電流頑張れ。お子さんのメリープが見守る中、電流活躍できるか。相手としてはトリックルーム3ターンを枯らしたい。こっちの電気技をメガリザード X に交代して受けたいという気持ちはあるはず。コットンガードはドヒドイデに黒い霧でリセットされるリスクがある。メガ電流に電気技を打たれるというプレッシャーかなり強いんじゃないか。電流竜の波動。さあどうなる。交代してきたということはメガリザード X だ。ブラッキーが読み勝った。電流のメガ進化神々しい。かわいい。メガ電流の竜の波動。2倍弱点、もちろん耐えられません。メガ電流ナイス。メリープも大興奮。そしてお相手にはもう電気が弱点のポケモンしか残っていまあっとここでお相手降参。勝ったー。対戦ありがとうございました。足りん。メガ電流の活躍がまだ足りん。竜の波動を一発撃ったら終わっちゃったもんな。コットンガードで無敵の要塞になるところとか見たいんだよな。見たい見たい。今回の相手は地面タイプはガブリアスだけだな。さっきと同じ選出でいくぞ。対戦よろしくお願いします。さあ始まりました。お相手の先発はジュナイパジュナイパー。あれか、3本の矢か。ー。それは翡翠ジュナイパーです。あれ、そうだっけ。おいおい大丈夫か。まあとにかくステロから入って大丈夫でしょう。ガブリアス、ステルスロック、今回も起点作りを頑張ってくれています。ニックネーム陽キャのジュナイパーは剣の舞。陽キャらしく踊ってきました。これだから陽キャは
ガブリアスドラゴンテールでどっかにぶっ飛ばしてくれ。陽キャのリーフブレード。おーっとガブリアス硬い。今回ヒットポイント防御振りだからな。剣舞リーフブレードでもこの程度よ。そして出てきたのはニックネーム壊すウサギのミミロッペ。ニックネーム怖すぎだろ。メガミミロップは特性肝っ玉でノーマル格闘技をゴーストタイプのミミッキュにも当ててくる。ここは交代できないからこのまま自信で突っ込もう。コースウサギメガ進化。ミミロップ敵に回すと怖い。前回の動画でその強さを見たからね。冷凍パンチ。ガブリアス最後にサメ肌でダメージを入れて退場です。最後の瞬間まで仕事していくガブリアス、かっこいいな。ガブリアスありがとう。さあ続いてミミッキュ。特性肝っ玉は厄介ですがトリプルアクセルがないのは朗報です。単発なら特性化けの皮でダメージを最小限に抑えられます。ここはジャレツクを一発撃っておこうか。突っ張ってくるならここでメガミミロップを仕留められるし、交代してくるならその交代先にジャレツクが入る。どっちでもいいんじゃないかな。コースウサギ冷凍パンチ。居座ってきたか。だったら倒させてもらおう。ミミッキュのジャレツク命中。ミミッキュナイス。メガ枠を倒したぜ。お相手ジュナイパーを出してきました。ではトリックルーム行こう。ジュナイパー影縫い。え、ミミッキュしまった。影縫いなんていう技があること忘れてた。なんとブラッキージュナイパーの専用技影縫いの存在を忘れていました。そういやなんか最初から怪しかったですよね。さっさとトリルすべきだった。すまんミミッキュ。だがまだ勝ち目はある。そうなの？トリックルームがなくても元々のメガ電流の強さにコットンガードが加われば全抜きできる可能性は十分ある。さあ電流メガ進化。思わぬ形で大きな見せ場が来た電流。果たしてチームを救うことができるのか。電流頑張れ。まずはジュナイパーの攻撃に耐えられるか。リーフブレード硬い。半減とはいえジュナイパーのタイプ1リーフブレードがこのダメージ。そして殿下の宝刀コットンガード防御3段階上昇。続けてコットンガードだ。ここでジュナイパー剣の舞。慌ててメガ電流を追いかける。しかし追いつけません。剣の舞が攻撃2段階上昇に対してコットンガードは防御3段階。つまりこの時点でメガ電流は防御6段階上昇してますからね。ジュナイパー影縫い。ダメージは31か。なんかいけそう。メガ電流は竜の波動で反撃。あとちょっと。もう一ターン殴り合う。ちょっとずつ削られていく。ジュナイパー突破。ラスト1体。そしてお相手最後はガブリアス。最後に出てくるガブリアスは激鱗を覚えていることが多い。メガ電流はガブリアスの最強ドラゴン技激鱗を受け切ることができるのか。頑張れメガ電流。来た激鱗。耐えて。硬すぎー。あれ2倍弱点だよね。そして開始の竜の波動。一撃。勝ったー。メガ電流かっこよすぎ。敗戦ありがとうございました。ミミッキュ電流今日はありがとな。最後メガ電流すごかったねミリープ、お母さん大活躍でよかったね。電流メガ進化したまま寝ちゃったね。このまま寝させてあげよう。でも体冷えちゃわないかな。